チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい。皆様こんばんは、こんばんは。すいません、すぐ気づきましたが、はい。ちょっとミュートになっておりました。はい。一発目から申し訳ありません。どうもこんばんは、カラスマ100です。はい。ということで聞こえておりますでしょうか。なんか一発目から申し訳ございませんでした。本日はですね、ちょっといつもと趣向を変えまして、左翼 VTuber のチェーンソーマンレゼ編感想考察雑談ネタバレ注意ということで、興収が80億円を突破し大ヒット上映中のアニメ映画チェーンソーマンレゼ編でございますが、あんまり左翼が好みそうにない感じの作品なんですけれども、私は正直ファンなので解釈してですね、ただいろいろ問題はある作品ではあったんですけれども、面白く見てやんで、その感想とかをですね、ざっくばらんに話していけたらなと思います。はい、一応ですね、映画のとその原作までのですね、ネタバレをしますのでご注意ください。あと原作はですね、かなりアニメより先に進んでまして、今22巻ぐらい出てるんですけど、レズ編以降のネタバレは、おやめください。私も避けるようにしますので、作品の重大なところとかオチとかは、言わないようにいたします。あといつものことですが、カラスの配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますが、作品等を嘲笑する意図ではございませんので、真剣にお話ししております。よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、はい、皆様申し訳ございませんでした。しょうがさん、ゴゴブリンさん、つばきさん、音花風花さん、ペタさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チェーンソーマンは漫画をちょっと読んだことありますが、映画は未見です。なぜか避けてしまう作品です。ということで、今回ちょっとその話もしますので、結構避けてる人が多いな。あと、無限に苦情が出てくるかもしれないという方もいますし、初日に見て、レジチもゼンジ君もビンブ君も可愛いとなって大満足でしたという方もいらっしゃいますね。すごい賛否両論分かれているな。はい。という感じでですね、私も別のいろいろ関連作品とかに詳しいわけでも何でもないので、今回に関してはね、ざっくばらんに雑談的に、やっていこうと思います。ご意見のある方はバシバシ言ってみてください。あと真ん中にいるのはですね、カラスの悪魔ではなく私です。はい。これぐらいしか使い道がないから置いてみた。ということで始めてまいりますが、本題に先立って、こいつうるさいな。チェーンソーマンレズ編およびチェーンソーマン原作の重大なネタバレを含みますが、各種リンク先に関しては、Google ドキュメントにまとめた通りですので、よろしくお願いいたします。はい、引用の範疇で、引用しているつもりですけれども、ちょっと原作のとかでもですね、重大なネタバレが含まれますので、よろしくお願いいたします。ナミさん、コンカラスです。なんだ、死神か。死神に見えますこれ。超絶技巧 3D ですね。あんま好きではないので多分見ないなと思います。ということで、やっぱり私のファン層の方とあんまり被ってない感じがするんですけども、あんまりね、そもそもチェーンソーマンってなんだよっていう話から始めた方がいいかなというふうに思いますんで、一応ですね、作品について説明しようと思います。チェーンソーマンというのはこんな感じのアニメ、漫画、メディアミックス作品でございまして、今回劇場でやってるのがこの左のヒロインのですね、レゼさんっていうのが出てくる、ストーリーになっております。はい。チェーンソーマンは藤本達樹さんによる日本の漫画で週刊少年ジャンプにおいて第1部後半編が2019年から2021年まで連載され、今は第2部学園編が少年ジャンププラスで連載中でございます。第2部については一切触れません。全部がネタバレになるので、あと第1部に関してもレゼ編までしか触れませんので、皆さんもご注意おきよろしくお願いします。
作品内のコマを使ったトランプで、天使みたいなのを動画で見て、英語見れないと思いましたということで。まあそうなんですよね。いろいろ注意なんですけど、いろいろ一応アラートしますけれどもですね、まあ性描写がいろいろある作品なので、そこら辺もですね、注意した方がいいと思われます。はい。で、ストーリーなんですが、悪魔の心臓を持つチェーンソーマンとなり、公安タイマー得意4課というところに所属する、いわゆるデビルハンターの少年、デンジ。憧れのマキマさんとのデートで浮かれている中、急な雨に見舞われ雨宿りしていると偶然レゼという名の少女に出会った。近所のカフェで働いているという少女は、デンジに優しく微笑み、2人は急速に親密になる。この出会いを境にデンジの日常が変わり始めていくっていうことで、まあ、典型的なですね、ボーイミーツガール的なストーリーなんですけれども、まあ、さっきから言ってるようにですね、主人公がこのチェーンソーの悪魔に変身できるデンジっていうこの少年なんですけど、まあ、これがね、公安に勤めてるってとこがポイントなんですね。いわゆる公安警察ものなんですよ。うわ、なんか私があんまり好きそうでない感じの作品だなという。ね、まあ、こちらがレゼさんなんですが、まあ、皆さんお察しの通り、この人が敵ですね。はい、悪魔です。まあそれはね、もう誰も見る前から全員分かってることだと思うので、最初にばらしてしまうんですけれども、出た公安ということで、ただね、まあこの作品、こういうテイストの作品ってでもどっかで見たことないです。なんか悪魔の力を借りてですよね、正義のヒーローになるって、変身するっていう、そしてまあ世のため、人のためみたいに戦う、そして悪魔と戦うのだという、はい、デビルマンですね。はい。あれは誰だっていうですね。はい。デビルマンではなくチェーンソーマンなんですけれども。はい。まあ、いわゆるデビルマンものの作品ですね。はい。まあ、有名はちょっと違うのかな。あそこまで性描写ひどくないですね。はい。デビルマンって、まあ、デビルマン自体はね、傑作なので、性描写とか暴力描写とか大丈夫な方は、ぜひ原作読んでいただきたいなと思ってるんですけど、まあ、日本、社会のね、風刺を取り入れて、まあ、悪魔になった青年の戦いを描いた名作漫画になってます。永井豪先生ですね。で、デビルマンの内容がかなりまあ衝撃的なものだったので、まあ、後世にですね、これ70年代ぐらいの作品なんですけど、多大なフォロワーが現れまして、まあ、フォロワーの代表的なところとしては、寄生獣という漫画があります。これは90年代に書かれまして、累計2400万部突破して映像化もされている、まあアニメ化もしてて、アニメはちょっとテイストがいろいろ違うんですけれども、地球上の誰かがふと思った人類の数が半分になったらいくつもの森が焼かれずに済むであろうかと。まあ、これはね、現代の気候変動の問題ですとか、ヴィーガニズムの問題とかにも触れた本当に大傑作なんで、デビルマンがちょっと無理だなっていう人も、残酷描写が大丈夫だったら寄生獣は大丈夫だと思うので、まあ、寄生獣もかなり残酷描写厳しいんですけど、ぜひ手に取っていただければと思います。まあ、正直ね、チェーンソーマンより寄生獣の方がおすすめなんだよな、個人的にはですが。はい。ということで、マイアイクさん、ドセイクさん、コカラスです。話見る限り割と王道に見える。レゼ編はね、すごく王道的なストーリー展開でしたね。はい。デビルマンクライベイビーもいいです。そっちを見てないんですよね。ありがとうございます。関連作品もたくさん出てるんですよね。デビルマンレディとかも有名ですよね。はい。悪魔のヒーローと言われるとデビルマンしか出てこないです。未見ですが、とても強烈ですね。言っちゃったというですねそう、デビルマンもね、デマに流されてですね、人間を虐殺する人間が現れたりとか、まあ、寄生獣もですね、差別や、偏見による問題があったりですとかですね、非常に社会派の作品としても知られています。なので、チェーンソーマンもですね、実際のところ結構社会派色が強いので、まあ、本来だったらなんかね、私が好きそうな感じだし、まあ、実際私好きか嫌いかと言ったら圧倒的に好きなんですけど、まあ社会派作品としてはちょっといろいろと問題があると思うので、まあその辺も触れていこうと思います。伝説の実写マンデビルマンについては触れないであげてください。まああれもね、なんかインターネットのおもちゃにされているので、まあちょっとあまりにひどい出来だったのでおもちゃ扱いにされているんですけど、一回実写化したことがあって大失敗してます。はい。全然面白くなかったことで有名です。
はい。そうですね。漫画より現実の方が怖くなってきちゃいましたよね。まあ実際自警団とかが現れるようになっちゃいましたからね。現実が追いついてきてしまってるなと思いますが、まあデビルマン寄生獣は興味ある人はぜひ見てみてください。で、今回のただ、チェーンソーマンレゼ編の話に戻るんですけど、こちらの直接的な元ネタは、人狼だと言われておりまして、これは押井守さんが原作脚本を手掛けた長編アニメ映画でして、90年代を代表する傑作と言われております。まあ、ただね、人狼のこと思い出したんだけど、まあ、正直私押井守さん全然詳しくなくて、ビューティフルドリーマーも見てないし、さすがに広角機動隊は見てるけど、スカイクロラとかも全く見てなくてですね、押井守さんについて何も知らないに等しいんですよね。まあ、なのでちょっと、これはね、知ったかぶったら大やけどをするやつだと、まあ、それは普段から思ってるんだけど、思ったんで、押井守有識者の方はコメントしていただけると助かります。まあ、ただ人狼は非常に、面白い作品でして、公安のですねやはり主人公が、まあ、スパイのですね少女との、関係を築いていくという作品になっています。はい、なのでまあレゼ編ですよね。だからストーリーはほとんど人狼と同じと言われております。はい。もちおじさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。押井守は全く知らない何かとジブリに絡みつくぐらいの偏見しかない。それは偏見が強すぎないですか。あまりうかつなことを言うと、なんか撃たれそうなのであまり、私アンチではないですからね。別に、全然認めてないとかそういうわけではないですから。ただ実際知らないんですよね。パトレーバーをよう知らないし、はい。押井守さんってね、いろんな名作を作っている人なんですけれども、詳しくないので、有識者の方は、後で教えてください。あと、藤本達樹さん、ね、チェーンソーマンの原作者が大好きなのがフェイトゼロだと言われておりまして、まあ私もね、これは二次創作を見たことがあるぐらいで、まるで知りません。まあまるで知りませんが、まあテイストは似てるんだろうなという感じですね。なので、まあ、人狼とかですね、フェイトゼロが大好きな現代っ子の藤本先生が、寄生獣とデビルマンを参考にしながら作ったのが、まあ、今回のチェーンソーマンであるという非常に乱暴なんですけれども、まあ、でも原作からしてそういう感じのテイストの作品なんで、そう解釈するのが一番自然じゃないかなと思います。はい。ね、レゼ編のストーリーについてはなんか恋人までのディスタンスという95年のラブストーリー映画もすごく、似てるらしいんですけれども、なのでですね2人の恋愛関係が主軸となっているストーリーとなっております。はい、ただこっちも私は見ておりません。はい。レゼ編に関してはピンクドラムとかも影響ありそう。あ、そちらの影響もあるのか。ありがとうございます。ピンクドラムなんかいろいろレビューとかも読んだんですけど、ピンクドラムの影響を指摘してるのなかったですね。まあ、ただね、一つ、なんか、プラスモンの材料としては、これ、高速早回しでアニメが流れるんです。海外の人が作ったと思うんですけど、まあ、パルプフィクションだとか、Once Upon a Time Hollywoodとか、コンシークエンスとかですね、いわゆる B 級映画とかホラー映画の名作のパロディがすごくこれ多いんですよ。まあ、上がチェーンソーマンの映像なんですけど、はい。で、これ、レオンですよね。そういったシーンのパロディとかが多くて、劇中でもですね、この、兵士たちのバラッドとかの、映画作品があって、作中に登場するんですけれども、それが非常に重要な役割を果たすと、ストーリー上もですね、作品になっているので、映画好きの方はですね、まあ、それなりに楽しめるのではないかと思われます。はい。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。話聞いてるとただのパクリ漫画に。いや、パクリ漫画というわけではないんだよな。なんかそこまで言ってしまうと誹謗中傷になるというかですね。まあ、全体的にパロディ色が強いんですよ。こういう B 級映画とかですね、既存作品が好きな人が自分流にこうパロディをして作った作品という感じですね。はい。チェーンソーマン見たことない人がだいぶ多いな。ということで、まあそんな感じの作品です。はい。まあ呪術廻戦もパロディ多いですけれどもね。はい。ただ、チェーンソーマンは本当に、それ以上にパロディが多いという感じです。そうですね。パロディ多めで、そういう B 級テイストの強い作風です。
で一番 B 級テイストが強いといえば、まあ、このシャークネードという B 級映画があるんですけど、これアメリカのアサイラム社というところで制作された映画シリーズでありまして、チェーンソーを持ったおじさんがですね、台風で巻き上げられたサメと戦うという、非常に素晴らしい内容の作品となっております。まあ、バカ映画、いわゆるバカ映画なんですけれども、このシャークネードが、まあ、今回の、元ネタの直接的な元ネタになっていると言われてまして、チェーンソーマンとですね、一緒にサメの悪魔が協力したり、台風の悪魔が出てきて戦ったりというですね、はい。なのでガチャガチャしたこういう B 級アクションが好きな人はおそらく楽しめるのではないかなと思います。ということでですね、イカゲームはカイジやライアーゲームのパクリだというものだろうけど、まあ、だからジャンルが同じっていうだけかなとは思いますね。はい。そう、リスペクトとかインスピレーションを受けたと判断されるか、パクリ呼ばわりされるか、制作側のスタンスで判断されますからね。アサイラム、パロディというか、そう、サンプリングですね。サンプリング漫画ですね。はい。だから、あらゆるこのジャンルをごっちゃにしてサンプリングしながら作った作品という、まあ、いわゆる非常にそこ現代っぽいですよね。はい。秋葉さんをごめん遅れたスビソリア博物館。皆さんこんばんは。超絶 B 級作品の毒に往年の落ちぶれた俳優が出演するアサイラム作品。伊沢さん詳しいっすね。はい。そうなんですよ。そういう B 級ね、映画ばっかり作ってる、アサイラムという制作会社があるんですけど、このシャークネートがね、今回のレゼ編の直接的な、元ネタの一つだというふうに言われております。冒頭そんなにね、重要なこと語ってないんですけど、まあ、フェイトゼロとか、人狼とか寄生獣とかデビルマンが好きなそうな人が作った作品ですということしか説明しておりません。はい。まあ、だから、このどれかにね、引っかかる人は楽しめるのではないかなというふうに思います。ただ口述するようにいろいろ問題はあるので、まあ、あとはそのですね、内容的な部分について触れていこうかなというふうに思います。はい。ということでですね、先ほどの悪魔はいなくなりましたが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。フェイトゼロといえば最終的にハッピーエンドになるから過去編はバッドエンドでいいよねって感じでうろぶちが書いたはずです。ああ、そうなんですね。っていうことは、フェイトではそのハッピーエンドだけど、フェイトゼロではバッドエンド寄りのストーリーが展開されるっていう話なんですね。ああ、なるほど。まあそういう意味ではちょっとレゼ編に似てるかもしれないですね。作者の方がですね、チェーンソーマンの作者の方がですね、フェイトゼロの大ファンらしいんですよ。はい。なので悲劇的なまあ今回もオチがつくんですけれども、まあそれでもね、チェーンソーマンのストーリー自体は進んでいくっていう感じですね。フェイトステイナイトが本編で、ゼロは10年前を書いた過去編になってますということで、解説ありがとうございます。フェイト有識者の人がいてよかった。アサイラムってレンタルビデオで人気作品に似たパッケージの DVD を出して間違えてレンタルする人を狙うというB 級映画に典型的な戦略ですよね。はい。シャークネードはでも何と間違えることを狙ってやったんでしょうね。台風とサメが戦うみたいなそんなの誰も思いつかんだろみたいな感じの内容なんですけれどもはい。ステイナイトでも10年前はバッドエンドになると明言されてるけど、うろぶちすけいさんが書いたせいで救いのない話になったそうです。ありがとうございます。補足ありがとうございます。はい。ということでですね、ちょっと作品の中身にこれから触れていこうかなと思います。チェーンソーマンレゼ編が、レンジとレゼが高校に入学、もしもを書いた新入場者特典ということで、これがまあちょっとだけ話題になってたんですけど、私はなんかもらえませんでした。言ったのにな。藤本達樹さん原作による劇場版チェーンソーマンレゼ編の入場者プレゼント第5弾として、藤本さん書き下ろしのレンジとレゼのインスタントフォト風カードが、配布されまして、まあ高校の入学式をイメージしたものなんですけれども、まあさっきのね設定を聞いて分かった人もいるかもしれないんですけど、この2人ですね、2人とも高校行ってないんですよ。ね、まあ設定上デンジが16歳でレゼはそのよりちょっと年上かなという風に書かれてるんですけど、まあ年齢はよく分かんないんですよね。はい。
ゼロ自体は悲しい部分もあるけど、ちゃんと王道な部分もあってエンタメ力が高いですね。なるほど。まあそうですね。悲劇的なストーリーでもね、エンタメとして仕立ててるっていうところではですね、共通性はあるのかなと思います。大学時代にシャークネード4作品の鑑賞会をやりました。だんだんとバカバカしさに拍車がかかってきて、さすがにこれ以上は見ないと思いました。すごいな。シャークネード4作品見た人がいる。私、1、2は見ましたわ。キノコとウロブチでそこら辺の作風の違いも関係してそうです。なんだかんだハッピーエンドが好きな人と窓脇とか作っちゃう人なのでというですね。実はサメ映画は上手すら見たことがない。なんか極端なんだな。シャークネード4作見た人と1作も見たことがない人が同居しているんですけれども。そう、学園パロディみたいな感じなんですよね。はい。シャークネードはなかなかね、面白かったですよ。バカバカしくて。はい。なんかね、ほんと CM のカット割りみたいな感じで次から次へとシーンが切り替わって、まあ予算がないんだろうなという感じなんですけど、ド派手なアクションがなんか連続でずーっと展開していくような話でした。はい。そう、サメが台風に乗って寄ってくるやつですね。まあ、ジョーズはあれはあれでサメの絵の偏見が高まりそう。まあ、そうですね。本当動物愛護に真っ向から反しているので、その点は非常に問題はあると思います。まあ、この手の作品全部そうですけどね。はい。で、まあ、ジェンソーマンの話にすいません、また戻るんですけど、なんでこんなことをやってるかっていうと、まあこれね、チャット GPT に出力させちゃったんですけど、デンジさんのですね、原作の設定がひどくてですね、まあ父の死後マフィアに3800万円の借金を背負わされ、子供13歳から16歳段階で目とか腎臓を売却していて、まあこれは悪魔になったの、後に悪魔に変身したので、傷は治ってます。学校にほぼ通っておらず極端な貧困状態であり食料不足であり悪魔退治に動員され死亡重傷の危険に常にあっており後に公安に所有物のように扱われ、マキマさんという人による心理的支配威圧同意なき接触がいろいろ行われているということでまあ完全にこれですね子供の権利条約に引っかかってますよね。はい要はデンジは公安の、デビルハンターとして働いて日銭を得ているんですよ。まあ平和な生活とですね、人生と引き換えに、まあ悪魔の力を得て公安で頑張って働くよっていう感じで設定で働いているんですけど、まあそれを働かせているのがこのマキマさんという成人女性で、公安タイマー得意4課を取り仕切る女性でデンジの上司です。内閣官房長官所属のデビルハンターであり、一旦のデビルハンターは契約している悪魔を知ることさえできないという凄腕の人物なんですけど、やっていることは未成年略取というですねダメじゃんというですねだから公安が正義側のはずなんだけど全く正義の味方じゃないんですよね。はいむしろどちらかというと巨悪なので、はい、まあ、そこが本当作品としてのポイントかなというふうには思います。はい、マキワが気持ち悪すぎて無理でしたいや、本当ね、だから子供を操ってる人ですからね。それは無理な人は本当無理ですよね。それの感覚は正しいと思います。ポチタは、チェンソーの悪魔です。ポチタってね、説明にちょっと戻ると、デンジの相棒的な存在がいるんですけれども、このちっちゃいのが本当のチェンソーの悪魔なんですよ。見た目は可愛いけど。で、ただデンジと一緒に暮らしてたんですけれども、デンジの体の一部となって融合したことで、まあ、チェーンソーマンになるというストーリーですね。はい。デンジは基本本編中ひたすら周りからマキワさんに含めてひたすら殴られ続けてるだけだから搾取なんですよね。もう未成年搾取を受けまくっているんですよ。はい。そうだから公安を悪として書いてるの珍しいんですよ。悪というかまあだから本人も公安だから一応正義側か悪側かというの微妙なラインなんだけれども、まあ基本的にだからあんまり正義を信用してない話だというのはですねここからも伝わってくるなというふうには思います。そう面白いかどうか感じの悪い作品っぽいことはよく分かった正直今日超能力者になってやることは宮遣いは嫌ですねいや、ほんと嫌な話だよな。で、そう。まあだからね、霊障系の人たちにもね、結構人気があるんですよ。そこは本当に問題があると思います。はい。タコピーオリツエぐらいしか知らない。タコピーオリツエは違う作品じゃないですかね
すいません。ちょっと笑いに走ったけど、なので、子供の権利条約 CRC 違反で言うと、ほぼ全面的に抵触してますよね。はい。第19条、虐待搾取からの保護、第32条、児童労働の禁止、第34条、性的搾取の禁止、第35条、人身売買の禁止、第28条、教育の権利、第36条、その他の搾取の禁止、国際労働機関条約でも、生命の危険を伴う労働への参加の禁止、就労最低年齢の、条約に引っかかってるし、社会権規約にも引っかかってるし、自由権規約にも引っかかってますね。なのでもうありとあらゆる法律に触れてるんですよね。めちゃくちゃだろこの設定という感じなんですけれども、まあこれがね公然と割と現代風の社会を舞台にした作品なんですけど、こういう非人道的な行為がですね平然と行われているのが特徴的な作品ではあります。子どもの権利条約の全文についてはユニセフのサイトに掲載してあるので、関心のある人はぜひ読んでみてください。理想せせら笑ってそう。呪術廻戦とか全然これに比べたら優しかったなと感覚がバグりますというですね。まあ、虎杖くんも大抵あれは、おそらく相当な条約に引っかかってるはずだし、まあ、そもそもね、危険な、生命の危険を伴う労働を禁止しているので、まあ、呪術廻戦という高校生がね、呪いと戦うストーリーの作品もあるんですけど、おそらく ILO の条約には普通に引っかかっていますね。まあ、そんなこと言ったらジャンプ漫画は大抵引っかかるんですけど、はい。まあでもね、やってる主体が公安である分だけですね、悪質性がちょっと際立ってるかなというふうに思います。日本国憲法がないなら、女子一般法定制度が成立しちゃった逆転裁判みたいな成立。逆転裁判ってそういう世界観だったんですか？なのでですね、世界観をちょっとまとめろと言ったらなんかネタバレだらけのを出力してきたので私が勝手に切り抜いたものを出すんですけど、チェーンソーマンの世界政府構造はかなり現実社会とは違ってます。国家は存在してますが悪魔に対抗する巨大官僚制に支配されていると。まずはさっき言った内閣府所属の牧間さんが所属している、公安対特異課ですよね。日本では悪魔の脅威に即応するため国家公安委員会の下に特殊機関が作られており、公安大麻特異課魔人デビルハンターを統括、戦力として魔人悪魔も国家の管理下に置き、政治の中枢は国家公安内閣所属の特殊機関が担う国家安全保障国家になっていると。で、警察国家的体制であると。一般警察とは別の対悪魔戦力が全国に配備されており、魔人悪魔を、東洋管理武装化しており、近代民主主義国家プラス超国家セキュリティ国家と言えるっていう風に書いてあるんですけど、まあ警察国家ですよね、これは完全な。はい。公安の人たちとかですね、警察の人が取り仕切ってるような、まあ、社会になってしまってるわけですよ。はい。左翼的視点から見なくてもいいけど、左翼的観点から語ることができる作品だと、魔法少女の魔女裁判を個人的に挙げたい。1年前から作品のことを宣伝していて、路悪的かもという作品を見ていたのに、なるほど。路悪的な作品でもないんですね。はい。なのでですね、作品の内容自体がちょっとファシズムっぽいのでですねこれで無邪気に公安の人たちかっこいいと言ってる人はちょっと違うのではないかと私は思うんですけど、そう、左翼的な観点から見ると近年の作品いろいろ辛いものがあるんですけど、その例に漏れないというかですね、このチェーンソーマンもそうですね。まあ、ただ別に私これけなすためにやっているわけではなくてですねだからエンターテインメントとしてはね、それはね、何年間も考えずにね、B 級映画的な、魅力で押してきてる作品なので、それはそれで楽しく見れるんですけど、まあでもね、実際公安のやってることを考えるとですね、ものすごく悪いことをやっているのではい。ですね。ヒロアカみたいに公安は人殺しだけど正義のためだし世の中変わったから政府に比べならましな気がするまあヒロアカはヒロアカで公安を正義にしちゃってるから、それはそれで非常に問題があるような気もしますよね。でもね、残酷なのをリアリティだと勘違いしてるタイプの作品かというとそうではないような気はしますね。そう、事情があって仕方なく公安になってる人がまた多いのがまたリアルなんですよね。
で、社会構造ももう貧困が深刻化しててとんでもないことになっていて、養育教育を受けられない少年とかがですね、医療制度や福祉がほぼ機能していなかったり、学校には通ってる人が結構いるという描写もあるので、その辺ちょっと曖昧なんですけれども、貧困が極端化しているという指摘がなされてます。で、公安のデビルハンターはともかくとして、民間のデビルハンターってただのフリーランス労働者で保険も入れないし、死亡リスクが極大だし、搾取され放題で、社会保障や労災もほぼないというですねもともとデンジはだから民間のデビルハンターとして一応働いていたんですけれども、公安に雇われて、一応福祉を受けることができるようになるという、という、冷静に考えるとものすごい設定なんですよね。はい。作品内の貧困化の理由なんですけれども、いろいろあるんですけど、ネタバレしない範囲で言うと、日常がですね、やっぱり悪魔災害だらけなんですよ。街角に普通に、ボンと悪魔が出現するんですよ。その理由はですね、原作読まないとちょっとわからない部分なので割愛しますが、なのでインフラが頻繁に破壊される、一般市民の死傷が日常茶飯事になっていって、通学途中に悪魔が人を殺すのが当たり前になっており、絶え間ないテロリズムと災害にさらされた社会という風になってます。なのでですね、資本主義のね、批判の文脈はあります。はい。それは作者も結構、第2部に入ってから結構その辺のことは明言しているので、はい。なんていうか、決してネトウヨ的な作品というわけではないんですよ。そこは擁護したいんですけど、はい。なので、なんか半分なんか北斗の拳と現代のなんかですね、我々の暮らす日本がですね融合したような、ちょっと極端な世界観になってるんですよね。はい。ただ先ほど残酷の描写の話がございましたけども、別に無理に露悪してるからリアルに感じられてるかというと、そういうわけでも多分ないんじゃないかと思うんですよね。はい。貧困が進むのはね、悪魔ではなく資本家の搾取に決まってるんですよね。はい。なぜかというと、日本の未来を担う皆さんへ、あなたは決して一人ではありません。子供食堂で共にテーブルを囲んでくれるおじさんおばさん、学校でわからなかった勉強を助けてくれるお兄さんお姉さん、あなたが助けを求めて一歩を踏み出せばそばで支え、その手を導いてくれる人が必ずいます。あなたの未来を決めるのはあなた自身です。あなたが興味を持ったこと、好きなことに思いっきりチャレンジしてください。あなたが夢を叶え活躍することを応援しています。内閣総理大臣安倍晋三、ということでですね、R2603 コンカラスで、昨今の、ツコミありがとうございます。昨今の傾向だとデビルハンターは漁師さんに見えてきましたって。だからね、漁師とかね、のイメージに重ねる人たちはいるでしょうね。はい。フリーのデビルハンターは冷静に考えるとやばい職業すぎるけど、どん詰まり世界だとなんか納得してしまうというですね。だから食うに食えなくなった人がデビルハンターになっているという、価値観というか世界観なんですよね。で、このレゼ編のストーリーの部分に触れていくと、デンジってまともな教育をだから受けてないんですよ。極貧家庭に育っていて、16歳になったらいきなり公安に雇われているので、読み書きもできないんですよね。で、読み書きもできないぐらいなんだけど、レゼはそれなりに教養があるので、なんでだかは後で説明しますが、お姉さんという感じのポジションに最初なって、いきなり恋愛状態になるのではなくてですね、学校の勉強の読み書きとか教えるっていうストーリーになってるんですよね。これじゃないですか。学校でわからなかった勉強を助けてくれるお兄さんお姉さんですね。だから貧困状態でですね、授業を受けられなかったのはしたことではないと。次女、共助で、次女共助で割り合わなかったら控除みたいなですね。ここまで露骨な悪い総理大臣は作品の中に出てこないんですけど、はい。ただね、安倍時代からに青春を過ごした人たちがチェーンソーマンが好きだっていうのはですね、なんかわかる気はするんですよね。ここまで荒廃した社会に住んでたら、やっぱりすさむと思うし、そういったね、世界観の方がリアルに感じられるっていうのはあるんじゃないですかね、正直。
だからまともに学校行ってないとか、まともに子供の時から食えてないとか、崩壊家庭に育っているとか、今山上さんの裁判してますけれども、で、そういう人がね、ちょっとその年上のお姉さんから勉強を教えてもらって、恋に落ちてというストーリーが受けているので、それは実際の話として受け止めないといけないんじゃないかと思います。で、これ2016年の僕夏子さんの作品なんですけど、あなたは一人ではありません。あなたが助けを求めて一歩踏み出せば、あなたが夢を叶え活躍していることを応援しています。お前が何もしないからボランティアがやってるんだよという、ボーボ先生の作品ですけど、これなんか9年前の作品なんだけど、全く古びてないですよね。だから何もしないからその社会が何もしないので、実際公安がね権力を持って仕切ってはいるんですけれども、いろんな人たちがですね助けを求めてそばで支えるというような、社会観の作品になっているので、これがですね今の日本の、特にティーンエイジャーの人たちの、心にヒットしているというのは、事実的に考えてもですね致し方ないのかなという気はいたします。はい。ということで、安倍政権が全て悪いという話なんですが、現代社会ファンタジー的な悪魔はいませんが、悪魔的書状をやりまくる政治家、経営者、経営力者たくさんいますよね。日本やイスラエル、アメリカ、日本みたいな。ね、心臓マンにね、社会をめちゃくちゃにされてますからね、すでに。人に助けを求めても政府を助けを求めるなという、いや、言ってますよね、それね。もちろん、だから、その子供食堂がやってること自体は尊いですよ。子供食堂がやったことも、レゼさんが、デンジさんに勉強を教えたことも感動的なんですよ。感動的なんだけど、それでいいのかっていう話ですよね。公教育どこ行ったと。レゼはさすがにそれが分かっているので、今のデンジの状態は異常であると。もちろん口車なんですけれども、私と一緒に逃げましょうみたいなことも言ってくれるんですよね。そりゃ惚れるわなというそこは納得感のあるストーリーテリングではありました。はい。ということで、ヤフさん、本当いつも活動お疲れ様です。普通に資本家と国家権力の方が空想上の悪魔よりもよっぽどひどいわっていうですね。いや、本当ね、悪魔よりひどいよっていう、現実の方が悲惨ですからね。だから現実の方がそれだけ悲惨だから、こういうね、悪魔が出てきて、なんか現実が悲惨なことにみたいなストーリーに惹かれてしまうっていうのはですね、それだけ社会がすさんでるということではないかなというふうに思いますね。はい。リコリス・リコイルを例に挙げたい。これはすごく面白かったけど、作品としては公安よりも闇が深い秘密結社が個人の女の子を集めて洗脳して殺し屋として育て女子高生のふりをさせている。それは今回のと通じるちょっと設定ですね。後で言いますけど、それね、先に言っちゃうか。レゼの設定がそれなんですよね。はい。で、見せかけの平和を享受してるんですね。美少女ガンアクソンの文脈とはいえ、ファンからもそれはとうとこいつらはやばいよだと。いや、そりゃそうだよな。それはやばすぎですよ。ですね、ヒロアカのホークスも両親が極貧の暴力親で公園で拾われてオトモティブ機ヒーローの立派な人殺しにされてますけどね。っていうですね。だからどちらにしろなんかね、それを正義として描くことも問題があるし、チェーンソーマンのようにその悪として描くことも、それはそれで救いがないよなという感じですね。だからジャンプで人気がある作品ってなんか多かれ少なかれなんかヒーローアカデミアにしろ、チェーンソーマンにしろそんな感じなので、でもそういう世界観がやっぱりリアリティがあるんだよなというふうに私は思いました。はい。でもシティハンター的な内容なんですね。でも考えたらやっぱシティハンターみたいな牧歌的な作品が成立した時代って全然すさんでなかったんだなというですね、感じはしますよね。ああいう普通に大人の男が主人公で、それでも普通、受けてたわけですからね。なんかバブルの時代の豊かさを思い出しますよね。私としては、ただでさえ最悪な現実を生きてるんだから、フィクションまで闇深設定に意味があるのかという思考ですという。なるほど。そういった批判は当然でしょうね。ただでさえ最悪な現実なのに、また最悪な現実再現されるのっていう。私もそれはちょっと感じたんですけどもね。はい。ただ、これにリアリティを覚えてるのは、方がですね、やっぱ多いっていうのは事実なのかなというふうに思いました。はい。これの、ジェンソーマンもさっき、説明しましたけどもね、レオンをパロディするシーンとかもあるんですよね。なので意識はしてると思います。はい。
面白いし好き寄りの作品ですけど、それはそうとやばい設定だよなと思います。作中でもまともな大人は批判的な考えを示しているし、物語自体はこのあり方は長くは続かないだろうと匂わせるものだとした。なるほど。そうですね。なるほど。チェーンソーマンはね、ただそれを言うとね、あんまりまともな大人ポジションの人がすごく少なくて、一部にはね、いるんですけど、二部から出てこないんですよね。なぜか知らないけど、ちょっとネタバレになるので言いませんが、はい。別に死んだりしたわけじゃないんだけどね、なぜかちょっと出てこないので、ちょっとその辺がですね、あまり、道徳的補強という意味では弱いのかなという気はしています。はい。今、ワンピースとハンターハンターが上級国民の下級市民狩りで一致していて、なんでそこがつながるんだろうと。でもやっぱりね、最前線で書いてる作家の人は何か感じてるんでしょうね。今そういう社会でそういうことが行われてるんだよっていうのを作品にダイレクトに反映してるじゃないですか。そこがやっぱ受けてるわけですよね。だからワンピースにせよ、ハンターハンターにせよ、チェーンソーマンにしろ、それは同じなんだと思います。だから、現実の世界にそういった残酷な現実があり、それを作品の中に何か反映しようとしたら、それぞれのやり方でそうなったっていうですね。はい。チェーンソーマンはちょっと露骨で極端にもな面もあると思いますけどね。シティハンターって結局のところ法で裁けない悪を裁く悪というイメージですね。サイバーリオは社会正義ではない。確かにそれはそうですね。はい。当時から社会正義ではなかったな。チェーンソーマンは登場人物がお金少なかれ子供の要素が強い作品なんですよね。いや、そうですよね。はい。子供なんですよ、みんな。だからなんか不幸な世界で生きてる、大人でもね、大人の、マキマは確かに大人だけど、あんまり大人らしくない大人なので、やっぱりね、ある意味その世界の全員犠牲者という面はあるんだと思いますね。はい。必殺シリーズみたいな。なんか、ユーゴ紛争で金持ちがガチで狙撃ツアーやってたとかいう激ヤバニュース、報じられましたね。ボスニアでなんかやってたみたいですね。信じられないですね。本当人間の残忍さというのは限度がないなというふうに思いました。はい。富樫はロアッケになりそうでなんだかんだやらないですね。どうだろう。なんか、悠々白書とかレベル E のあたりではちょっとギリギリ足を踏み越えてたような気がしないでもないですけど、でも富樫も好きですね、私は。はい。闇深設定をエモーショナルだけで消費するなら余計に嫌ですね。闇深設定でもって社会を批判するのであれば、私には not for me でも社会にあるべきだとは言えますということでですね。はい。ということでですね、なんか思ったより逆風が強いということで、ただね、チェーンソーマン問題だらけの作品なので、面白いんだけど、だんだん用語が厳しくなってきているんですが、最後に最も用語が難しい点について、触れて締めたいと思います。大丈夫かなという感じですが、ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。ハンターハンターにしろね、そう、誘白にしろね、なんかそういう露骨な設定みたいなのはね、影に隠れて、ボンって出してくるので、はい。そこはね、富樫作品ダメな人はダメなんだろうなと思います。私は好きですけどね、はい。なんだかんだ言って私もそういう残酷者が好きなのかもしれないと最近思ってはいるんですが、はい。ただですね、チェーンソーマンの、はい、最大の問題について触れていきましょう。全然好きを否定してる意図はございませんということで、当たり前だと思うし、その直感はですね、正しいと思うので、そうですね、自分の好きと社会正義と福祉を愛してください。はい。全く、いろんな、雑談形式でやってるのもですね、おそらくこの作品に関しては、雑談形式でざっくばらんに皆さんと話し合いしながらね、やってないと、いろいろとね、不都合なのではないかなという、ちょっとところがありましたね。全肯定も全否定もしたくないタイプの作品したくないし、できないタイプの作品なので、ちょっと複雑なんですよね、評価が。はい。ということで、チェーンソーマンの評価を複雑に一番しているところに触れていきたいと思うんですが、はい、チェーンソーマンは私たちが無視することができない深刻な女性キャラクター問題を抱えていきますということで、はい、女性描写の問題ですね。はい。先ほどのね、リコリス・リコイルの話にもあったんですけど、この
感じの批評というのはですね、まあ海外に行けばたくさんあるわけですし、日本のアニメって全部そうやって批判されてるし、チェーンソーマンって比較的擁護されてる方なんですよ。後で言いますけど。なので、これでチェーンソーマンだけをやり玉で上げるのは不当だという上で言うんですけど、アニメコミックの批評などで知られる CBR というウェブサイトのライターの方によりますと、チェーンソーマンは、少年アニメの現代にとって画期的な物語であり、説得力のあるストーリーと強烈な登場人物とスリリングで道徳的に曖昧で縮もった物語を生み出す過剰な流血や暴力で広く愛されていますが、残念ながら、ファンが見落としがちな明らかな詳細によって深く、女性キャラクターの問題を抱えていますということで、ちょっと機械翻訳が崩れているんですけれども、まあ、ただね、こういう作品なのでですね、まあ、察しの通りという感じでございますよね。はい。デンジと女性の極めて重要な関係は非常に利己的なもので知られています。まあ、いろんなヒロインがいるんですけど、まあ、リゼ以外にもパワーとかマキマとか、姫野とかいろいろいるんですけど、それぞれのキャラクターについては、デンジの生活をさらに快適にしたり、個人的な要求に貢献したりすることで、デンジに利益をもたらすために作成されています。それぞれの女性キャラクターは、デンジの愛、需要、賞賛、親密さへの要求をある程度補い、デンジの物語に合わせるために自分自身の実践を犠牲にしています。各女性と過ごす時間はデンジとのつながり以外でほとんどなく、まああらゆる形態のメディアに女性キャラクターを含めることは利己的なイメージであるということでですねまあかなりボロカスに書かれているのですが、まあそうだなとしか言いようがないですね。まあ絵がですね、あえて無理くり擁護すると絵が結構リアルタッチなので、言うてそこまでね、美少女アニメっぽいいやらしさはあんまり感じられないところというのはあるし、まあ他の作品の方がひどいというのは確かなんだけど、まあそれはね、海外の人から見たらこう見えるわなという感じですね。なのでね、チェーンソーマンって非常に利己的なキャラクターなんですよ。基本的に正義のために戦わない。で、自分の利益のためにしか行動しないので、やっぱりアンチヒーローの類型だと思います。で、そこがやっぱりデビルマンとか寄生獣とは決定的に違うところですね。まあ、デビルマンとか寄生獣の主人公って基本公益のために働いていたところがあると思うし、まあ、その中で人類を批判したりとか批評的社会的な視点を持ってたと思うんですけど、デンジって全く社会性がないのでどちらかというと自分の欲望のままにですねこういった女性たちと付き合ったりすることによって、まあ、成長したりしなかったりするというような話になっているんですね。はい。ということですね。それはそうって。それはそう。それはそう。ありがとうございます。パワーちゃんは結構好きです。ただ性格的に言うとね、全くあんまり批判されてないんですけれどね。はい。そう。逆に考えると水星の魔女ってやっぱりちゃんとしてた、それなりにちゃんとしてたんだなっていう。まあ女性主人公だから当然といえば当然なんですけど。ブラックジャックにも似てるのかな。でもどうなんでしょう。なんか真逆のようにも感じられるけど、アンチヒーローという意味ではその通りでしょうね。社会性を無視して、自分のやっぱり利益のために動いてるように見えるっていうところ、自分の利益とか善意で動いてるっていうタイプでは似てるかもしれないですね。はい。そう、自己利益のために戦うのはね、やっぱり資本主義とか新自由主義と合致してしまっているところとは、でもあるのでですね、はい。そこはやっぱり問題あると思います。なので、チェーンソーマン2部ではですね、ちょっと内容ね、すべてネタバレになるので今回触れないんですけど、まあ作者の方もその辺気にしたのかですね、資本主義的批判をしたり、社会批判に結構踏み込むような内容になってて、むしろ一部でチェーンソーマン好きだったっていう人がなんかテイストが違うんだけどっていうことで批判に回ったりとかですね、ちょっと複雑な感じになっています。はい。まあでもそうですね、実際正義がうさんくさいとか利益のみで動く方が誠実だみたいな世界観の人たちに称賛されてしまってるってのは事実だと思いますね。はい。まあ、だから単にすさんだ世界観が好かれているだけでは片付けられないのかもしれないですね。はい。まあ、ただデスノートの矢神ライトの時代からね、ほんとダークヒーローって一定の人気ありますからね、時代によって養成されてるといえばその通りなんですが、
呪術廻戦の虎杖裕二主人公ですね、最終的に利他主義になってそれが唯一の強さだと言われているから、そこは対照的ですね。命の価値では自分の人間にはあるんだよと結論好きです。そうですね、なんか虎杖くんはすごく倫理的ですよね、デンジに比べるとそこ決定的な違いだと思いますね。境遇とかはまあ似通ったところはあるんですけどね。ウダックジャックは金持ちから踏んだくって言いますが、やはり社会正義とは言えないですね。まあそうですね、基本自己利益のために動くタイプではありますよね。はい。で、なんかここまで言っといたらね、この作品ダメじゃんみたいな結論になりそうな感じがするんですが、ちょっとここ、すいません、重大な、作品のネタバレになるんですけれども、これ原作の描写なんですが、チェーンソーマンのレゼが歌ったジェーンは教会で眠ったは軍の研究所で覚えた歌だったのかということで、レゼさんなんですけど、まあただの悪魔ではないんですよ。実はこの作品の世界だとソ連邦が継続しているので、ソ連邦のエージェントでして、ソ連邦のエージェントとして日本の公安にいるチェーンソーの、命を奪うためにですね、やってくるんですよね。ソ連の母親が子供を叱る時にするおとぎ話があり、軍の弾薬庫には秘密の部屋があって、その部屋は親のいない子供たちでぎゅうぎゅうに溢れている。そこの子供たちに自由はなく、外にも出られないもののように扱われ、死ぬまで体を実験に使われていて、ソ連が国家に忠誠を尽くすために作った戦士で、モルモットと呼ばれる、存在だったということなんですね。はい。なのでですね、まあ実を言うと、デンジと同じ存在なんですよね。だから国家の道具なんですよ。で、これを、書いてるのですね、スラッシュフィルムっていう、サイトのフェミニストの海外のライターの方が書いた文章なんですけど、なんか、すごいレゼさを擁護してるんですね。まあ、古典的なだからストーリーの作品ではあるんですけれども、スパイとしてのそういうレゼ像っていうのがデンジと共通してるんですね。だからデンジとの共感で2人が近づいていくっていう話になってるんで、レゼがデンジに近代感情を抱いているわけではないが、教育といった基本権を奪われてきた点で2人は共感の絆を感じている。デンジの境遇は多くの点でより悲惨である。レゼは指摘するが、子供は公安のために働くべきではない。1日3食と引き換えに従順な下僕になるべきではない。しかし温かい食事と寝床の約束は極貧家庭で育ち、父親の借金を返すために、片目まで売ったデンジにとっては贅沢なものだった。レゼの過去は明らかではなかったが、同様以上に過酷であったと推測できる。だからこそ共に逃げることが彼女にとって最終的に夢になったと、いうことでですね。なので、ある意味本当に同じように国家の犠牲になっている2人の、恋愛のストーリーなので、そういう意味ではね、ちゃんと社会的な視点はある作品だとは思います。はい。まあ、ただそれがね、ちゃんとストーリーとして機能してるかというか、そこまで読んでる人いるのかなという感じではあるんですけれども、そういった用語はあるということはご紹介しておきます。アブソリュートさん、こんばんカラスです。チェーンソーマン未読だけど、ネタバレ平気なので、先ほど結果してもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。キノリアさん、こんカラスです。ブラックジャックは稼いだ大金で南の離島を買い取り、恩人のために環境保全しているエピソードがあります。チェーンソーマンで語られる利己的な行動と一括でしていいのかはちょっと疑問です。なるほど。ありがとうございます。いや、そうですね。ごめんなさい。ちょっと、つい、あれしちゃったけど、まあ、ブラックジャック先生はやっぱり、慈善活動をちゃんとやっているのでですね、やっぱりデンジレゼに比べると相当ね、利他的に行動してる面はあると思います。申し訳ございませんでした。はい。現実にもこれを当てはめ、グレタや2頭夢のも裏で悪どいことをやってるに違いないみたいな夢を託してしまうのかと。まあ表面だけ切り取ってですね、利己的に動く行動が正しいみたいな風な作品だと捉えてしまうと、そういう考えになっちゃうかもしれないですよね。でもそれだとただの霊障系なので、2人の置かれた境遇の過酷さっていうのに思いを寄せなきゃいけないんじゃないかなと思います。狙っている層が思春期の男性なのかなと作品をなんとなく見た時にすぐ思えたくらいには分かりやすいのですが、だからといってこんな描写では前代の考え広がらないだろう。そうですね。そこが作品的限界でもあると思います。後で触れますね。はい。呪術廻戦の虎杖裕二は割と最初から社会的意識高かったですね。デンジ君をダークヒーローと取り扱うのも難しいです。やっぱりかなり子供という感じなので、情緒的に成長していく話だと思います。なるほど。そうですね。確かに。
ダークヒーローにもなってないような感じはありますよね。未熟すぎるのでとにかくまあ16歳だから当然といえば当然なんですけど、まあそこが受けているというところはありますかね。まあソ連じゃなくて旧日本軍でもいいじゃんという感じではあるかもしれないまあそれは世界観的な問題ですかね。日本がそういう監視社会みたいな、まあファシズム社会みたいな感じになってしまってるんで、それに対抗してるのがまあソ連やアメリカという感じみたいですね。はい。ソ連が続いてるなら、そうです。作中ではね、冷戦構造がもう継続してるという風になってます。はい。それちょっとネタバレになっちゃってたんで、すいません。いろいろ資料探したんですけど、全部ネタバレしてたので、レゼ編以降のちょっと話になってくると思います。アイドーバーポーさんこんばん、チェーンソーマンで一番記憶に残ってるのは闇の悪魔の登場シーンで宇宙服が泳いで、あのシーンは良かったですね。あれ、すいません。ちょっとネタバレしたかな。まあ、めっちゃ強い悪魔とかがこれからも出てくるんですけど、なんか戦闘シーンとかすごいかっこいいんだよな。だからそこがもったいないというか、なんて言うんですかね。アンバランスなところはある作品だなとは思いますね。デンジは虎杖みたいにじいちゃんがいたわけでもないし、常に利己的な年上に振り回されているのでかわいそうとしか思えないです。なるほど。まあそうですね。ちょっと私のすいません。雑談形式でいろいろ好き勝手に喋っていたので、ちょっと雑になってしまいました。申し訳ございませんでした。やっぱりブラックジャック先生みたいなちゃんと慈善活動をするダークヒーローと同じと捉えるのはちょっと難しいかなという感じですね。はい、結論的には。そうですね。周りにいい人が誰もいないんですよね。で、常に利己的な大人に囲まれていて、レゼは大人じゃないけど、大人に囲われていてですね、常に利用されている存在なので、やっぱりただの子供でしかないんですよね。なので、その子供がどうやって戦うのかっていうような話になってると思いますね。はい。作者はね、その古い映画とか大好きなんだと思います。それはね、ちょっとこれからも触れますけど、いろいろなオマージュがあるし、非常に博覧狂気というか、古い映画から最新作まできちんと見てるんだろうなというふうには思いますね。最近の作品について左翼的にいろいろ語る企画は今後やってほしいです。ありがとうございます。なんか今回大丈夫かなという感じで、すげえ賛否両論の作品を取り上げてしまったんですけど。はい。それがね、わかるのがね、この誓いの休暇という作品でして、これ私見てないんですけど、バラッド・オブ・ソルジャーってさっき、YouTube のショート動画で海外の人が作った動画で一瞬だけ出たのを、確認した方いらっしゃるかもしれないんですけど、非常に重要なシーンで出てくるんですね。ちゃんと映画の中に、このようにですね、これちゃんと、あれなのかなと、横剣から撮った写真なのかなという感じがするけど、まあいいや。ちゃんとですね、映画の中に描写として、バラッド・オブ・ソルジャーのワンシーンが出てくるんですよ。で、なんでこれが出てくるかっていうと、デンジとレゼじゃなくてマキマさんがデートするシーンがあって映画館デートをするんですね。で他の作品を見てもものすごくつまらないねみたいな感想しか言わないんですけど、最後にこの誓いの休暇を2人で見て非常に内容に感動して冷酷非情なマキマさんが涙を流すという結構ショッキングなシーンがあるんですね。デンジも泣くんですけど、でこれがですねソビエト連邦がソビエトの兵士を描いた映画だっていうことで、だから公安であるマキマさんがソビエト連邦のそういう映画に対してですね感動して涙を流すっていうシーンなんですよ。これはでもあからさまなスターリニズム批判ですよね。はい。だからスターリン主義っていうのが、日本にももう広がっていて世界中が警察国家になっているのがチェーンソーマンの世界なんだけど、作者はねもちろんその価値観を肯定してるわけではないんだろうなというのは伺えますね。いや昔からやっぱりね手塚治虫先生の時代からそれこそねちゃんと漫画家はね映画をきちんと見ろと名作を見なさいって言われてましたからね、やっぱり映像表現という点で、参考にしてる方多いんじゃないかと思いますね。
作品は気に食わなくても烏丸さんのお話は聞いていたいので何も気にせずお話してくださいませ。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。そう。なのでまあ、あなたが反スターリン主義の何を知ってるのかと言われたら、怒られたら困るのでですね、この方を引用して逃げるんですけど、はい。スターリン兵士、巨悪の真相に迫るということで、間近で見たスターリンの人物像が、見えてきます。例えばディミトロフがモスクワにいた時、スターリンは実に温かい態度で彼を出迎え、何でも相談に乗ります。ディミトロフにとってはそれまでは遠くから仰ぎ見る存在だったスターリンでしたが、この対応で親愛感とともに絶大な信頼を抱くようになるのです。そして1年も経つとスターリンの言うことは絶対であり、多少疑問を持っても従っていく典型的なスターリン体制の官僚的人物に変貌してしまうのです。その日記では、過程がよくわかりますと。で最近のいろいろなスターリン研究を見ていると、これ2012年ので不破鉄三さんのインタビューなんですけど、大テロルというのはみんな痛烈に批判しますが、いろいろな国の革命運動との関係やあれこれの外交問題を取り上げるときは、その本性とは切り離してスターリンの動きを見るといったものにしばしば遭遇します。しかしスターリンは世界の共産主義運動の指導者として振る舞うためにはいろいろなことを社会主義の言葉や革命の言葉で語りますが、そこでやっていることの本音はソ連の国家的利害以外の何者でもないと。それを社会主義とも革命とも無縁な人間が革命の言葉を使って話している。その表と裏を見極めないと本当の歴史は書けないというのは実感ですと。まあ私ごときがね、なんか口挟める内容でもないんですけど、その通りじゃないかなという気がいたします。やっぱり個人崇拝が核だということを不破さんおっしゃってるんですね。はい。で、スターリン個人への、独裁者としての崇拝ですよね。だから、あったかい人だからって、俺は牧場さんにそうやっていろいろ世話になって、衣食住食わせてもらってるから別に人権侵害されてもいいんだみたいなことをデンジ君を真顔で言うシーンあるんですけど、だからスターリニズムの本質的な部分って、冷たい官僚性に見えるけれども、結局は誰か個人のですね、利己的なそういう独裁主義で動いてるっていうことですよね。そこの本質をつかないと、スターリンがやったことは社会主義ではないっていうふうに、日本共産党さんの批判ですけれども分かりづらいのかなというふうには思いますね。はい。手塚先生は映画だけではなく音楽もたくさん聴くのも勧めてました。そうですね。はい。やっぱ音楽や映画からインスピレーションを得てた人多いんでしょうね。チェンソーマン読んだ時アクション描写が映画っぽいと思いますが、作者が映画好きということで納得です。そうですね。映画がすごく好きらしくてですね、それは本当アクションの面白さに生かされてると思います。レーニンも晩年はスターリンを随分警戒していたようですしね。だから絶対独裁者になるって分かってたんでしょうね。レーニンも罪作りですよね。いや、スターリンになったのはレーニンのせいじゃないかもしれないけど、スターリンのせいでどれだけの人が犠牲になったのっていう感じですけれども、はい。でもなんだかんだでスターリンを側近としてそうしたのもレーニンなんですよね。はい。後のスターリニズムの原型がレーニンの前衛統理論にあったのではないかという話もありますと。スターリンといえば映像の世紀で彼の葬式が大々的に行われてガラスのケースに入れられた彼の遺体が祭り上げられていたのを思い出しますと。そうですね。毛沢東もあれ遺体保存されてるんでしたっけ？やめればいいのに。それはね、明らかな偶像崇拝ですよね。やっぱり絶対共産主義国家としてやってはいけないラインだったと思うんですけれども、スターリン筆のに関するインタビューね、後半もとても面白いのでよかったら参考リンクから見てみてください。ボルシェビキの古参の幹部はほとんど粛清されてしまいました。モロトフぐらいしか生き残らなかった。いやー、なんかほんとスターリンのやってることひどいよな。でもなんかチェーンソーマンの世界観って確かにスターリン主義っていうとすごく納得いくんですよね。なんかそのマキマが独裁者かというとそういうわけではなくて、官僚主義の世界なんですけれども、なんか人としてなんか大事な倫理観みたいなのが完全に欠落してて、なんかみんな戦争の兵士みたいなメンタリティで動いてんですよね。だからそこで暴力とかで人間性を否定されるっていうことが、露骨に行われていくっていうですね。はい。だからスターリン主義化してるのかなという、現代社会もですね、スターリン主義化してるっていうのを、いろんな人たちが感じ取ってるからこういう作品が受けてるのかなという思いもあります。
平野瓜生にカウンター行ったら外線右翼に極左暴力集団呼ばわりされましたって。お前はスターリニストだってお前こそスターリニストだって言いたくなりますね。話はそれるが、呪術文字はすごい面白いみたいですね。単行本出たらぜひ取り上げようかなと思ってます。はい。でもスターリンもお母さんから虐待されていて、しかもお母さんはスターリンに向かって私は殴ったからお前は立派に育ったんだ。うわー、そんなこと言ってたんだ。嫌すぎる。それ虐待の連鎖ですよね。なんか、あれ、すごく貧しい貧農だったから、そういう人間の遺体とかを日常的に見てたっていうようなエピソードもありましたよね、確か。必要悪について牧場が語って、そうですね。必要悪っていうのは国家暴力しか存在しないっていう風に、牧場さんのセリフがあって、それはね、正しいと思いました。だから自分こそが必要悪なのだっていう風にこの方主張するんですよね、公安として。めっちゃ悪い人やんって思ったんですけど。なので作者は自覚的に公安を悪として書いてると思います。はい。ローザ・ルクセンブルクもレーニンの前衛党理論には批判的で、大衆の自発的と自主的革命を志向していました。それが当然ですよね。民主主義じゃないじゃないですか、自主的革命を志向しないと。戦時中っぽいのはわかります。現代っぽい風景で命の軽い感じはそういうタイプの怖さがあります。極右から見たら極以外は誰もが極左で共産主義なんですね。いやー、なんか中国と戦争したがってるような人たちだけには言われたくないですね。本当に。戦時中にしようとしてるのはどっちなんだよって言いたくなります。はい、私はあらゆる戦争に反対しております。排外主義ファシズム的価値観広がりすぎな危険性は感じます。最近の先進国ですね。はい。だからね、なんでこんな風になっちまったのかな。資本主義が何もかも悪いということで、その辺はね、藤本先生もある程度は分かってて、作品のストーリーには反映してはいると思います。そこは擁護しておきます。直接的な暴力だけでなく、親の暴言とか怒鳴り声とかもそうですね、子供に直接影響を与えますからね。いる人だってお母さんからめちゃくちゃ圧力を受けて、お前も神々を信じないと天罰を受けるぞとか。ひどい人のあれも考えたら虐待ですよね。子供に帝王学教えんじゃないよっていう話でしょ。はい。で、こんなね、すさんだ世界で唯一の癒しがですね、このアキさんですね。早川アキさん。で、この方も公務員なんですけど、チェーンソーマンの作品内ではですね、ほんと唯一の良識というかですね、良心の塊のようなキャラクターで、なんか作品の唯一の癒しにパートになってましたね。癒しというのもなんかちょっとおかしいかもしれないんですけど、本人もね、公安警察で警官らしい非常に乱暴なところのあるキャラクターではあるんですけど、デンジ君のお兄さん役みたいな感じでですね、銃の悪魔を憎悪しつつも自分は人間で、天使の悪魔というこちらの、こちらはですね、本物の悪魔なんですけど、彼とのですね、友情というか愛情というかのストーリーがですね、デンジレゼの話とは全然関係ないんだけど、唯一ほんと人間らしいストーリーなんですよね、そこのラインだけが。なのでなんかすごい殺伐とした作品の作風の中で唯一の癒しになっていたので、そこは私はすごく癒されました。はい。ちなみに表紙になってるのは米津玄師画の、天使の悪魔です。はい。チェーンソーマンへの偏見が一つ解消しました。いや、天使の悪魔のキャラクターは素晴らしいです。はい。デンジ一部で成長したと思ったら今も下半身に支配されている。そうなんだよな。そこは成長しなかったという描写になっちゃってますよね。はい。アキくんもお兄ちゃんって感じで子供っぽさがあるのがいいですね。そうですね。まだでも精神的に未熟なところも多々あるので、本当はね、彼が少年漫画の主人公であるべきだと思うんですけど、なんか侍をイメージしたキャラクターらしくて、刀はですね、天使の悪魔が作成し、この人が武器を作成する能力を持ってる悪魔なんですけど、彼が作成したのを愛刀としてるっていう感じです。はい。打天使みたいな、そうですね、キャラクターですね。悪魔っていろんな種類の悪魔がいて、チェーンソーマンはチェーンソーの悪魔で、レゼさんは爆弾の悪魔っていう、悪魔なんですけど、横にいるのがね、なんかグロテスクな台風の悪魔とかがこういうのがいるんですが、大体化け物じみた見た目をしてるんですけど、天使の悪魔は例外的に美しい天使のような姿をしています。
実は僕、父を怖く思っているところがあって、中学校時代に勉強についていけなくなった時に、受験に備えて大学上院でもある父が勉強を見てくれて助かったんですが、怒鳴られたり怒られたりして、それは怖いですよ。それはやっぱり怖いと言った方が良かった気がしますね。そうなんですよね。ただヒューマニティに溢れてる唯一の人なのでですね、今回の作品中でも先輩を殺されてしまったりとかひどい目に遭います。なんですけど、最後の方でですね、命を張って天使の悪魔さんを助けてですね、目の前で死なないでくれというシーンがあって、なんか普通にほんと感動してしまいました。なんか、ただヒューマニティの部分があんまりないので、アキさんがですね、一心にヒューマニティの部分を全部背負っているような感じのちょっといびつな感じにレゼ編だけ取り出しているのでちょっといびつな感じになっているのですけれども、そこのラインはとても良かったです。はい。あと唯一異性愛規範に逆らっているシーンだなとは思いました。はい。チェイソンマンの悪魔と呪術廻戦の呪霊のお前みたいな存在がいるかとなる連中は割と素敵です。各種概念に対応した悪魔がいるので天使の悪魔がいるのも面白さ。そうですね、この発想は面白いですよね。天使だけど悪魔なんだっていうですね、また能力もいいですよね。人の寿命を吸い取って武器に変えるという、結構残酷な能力を持ってるんですけど、本人は人殺しとかはあんまり好きではないっていうタイプですね。映画単体で見ると結構急に感じますよねって伏線あったんですけどね。はい。原作知らない人はびっくりしたかもしれないですね。ってそういう感じなんだというですね。はい。ただですね、この話、最初の方にコメントした、方がいらっしゃいましたし、せざるを得ないと思うので、一つ米津玄師さんを批判しなきゃいけないんですけど、はい。このチェンソーマンのテーマソングアイリスアウトとジェーン・ドゥを書いたどちらもすごい名曲なんですが大ヒットしている米津玄師先生なんですけど、宇多田ヒカルさんのことを女性だというインタビューが公開されてしまいまして、そりゃないだろうというふうに批判されてます。はい。いやーってあなた虎に翼見てたんじゃなかったんですかってなんか虎翼に関するインタビューだとちゃんと分かってる風なこと言ってたから、ちゃんと分かってる方なんだっていう風に勝手に尊敬していたんですけど、それはダメだろうという感じですね。ちょっと最初は彼女って言っただけかと思ってたんですよ。彼女って言っただけだったら宇多田ヒカルさんはジェンダー代名詞を C にしてるので彼女っていうことに特に問題ないんですよ。でも実際のインタビューを読むとですね、女性っていう風に何回も書いている上に、だからピアノリフから使ってなんか高めの声のそういう女性の声が欲しかったみたいなことを言ってるので、これは正直完全にアウトではないかと思うし、っていうかナタリーも直せよっていう感じなんですけれども、はい。苦情が出ているのですが、直されていないですね。残念ながら。本当にね、がっかりしましたよね。なんか期待してただけにちょっとがっかり感がひどい。余熱に注意とかした方が良かったし、っていうか、後でもいいからこっそり消すとかしなよっていう。ダメじゃんという感じなんですけど、でも米津さんのインタビューそれ以外もあんまりよろしくないこと書いてて、なんかね不穏なこと書いてんですよね。最初の方に話した道徳的感性みたいなところに通じる側面があると思うんですけど、自分の欲求とか壊りたいとかいう感覚とかで強くなればなるほど道徳的な感覚から離れていかざるを得ない、どうしても非道徳的にならざるを得ないことがあるんじゃないでしょうか。その脚本を道徳と一体化させるのが一番いい。それを社会的に生きるにあたってはごく当たり前のことだし、否定するつもりはさらさらないのですが、自分の個人的な欲求や欲望みたいなのを脚本に織り込もうと思うと、どこかで道徳から離れていかざるを得ないのではないでしょうか。チェンソーマンのテーマソング書くのに、いや確かにアイリスアウトはすごくいい曲なんですけどチェンソーマンのテーマソング書くのにこういう風に考えてたのって、それは作品の解釈として良くないんじゃないですかね。今まで私が1時間ほどちょっといろいろ視聴させていただいた頃と真っ向から反してますよね。はい。
だからその不道徳な作品ではあるんですよ、ある意味。だけど公安で悪の公安に仕えてるですね、子供みたいなのが主人公だから、確かに反道徳的な作品って言えば確かにその通りかもしれないんだけども、それがテーマじゃないでしょって。だから作者の藤本さんともね、余熱は合ってるはずなんで、その時言われなかったのかなと、ちょっとその辺よくわからないんですが、わざとやってるから、悪は悪としてちゃんと書いてはいるので、一応だから表面上を見て確かに全部不道徳で世紀は壮大的なんだっていうような作品に読めなくもないから、そこは危険な作品だと正直思うんですけど、なんかな、その作品を読んでてテーマソング書いてる人がこれを言ってしまうのはあんまり、よろしくないんじゃないかなと正直思いましたね。はい。いや、忍者と国道の作者さんすごいですよね。あそこまでやってて、本人すごい倫理的ですからね。はい。そう、最初に狂っても最後に残るのは道徳的感性という作品だったはずなんですが、そうですよね。逆を言ってますよね。って最後まで読んでるでしょ、あなたっていう。ちょっとびっくりしちゃいましたね。そう、不道徳な世界ではあるんですけど、不道徳が正義みたいな作品では決してないんですよ。だからそこすごく誤解されがちなね、内容の、誤解される要素はね、山ほどあるので、この方が言っているように、誤解される要素は山ほどあるので、はい、それはしょうがない面はあると思います。そのようにも解釈可能な作品だから、霊障的に解釈することもできる作品なので、そこは仕方がない面はあると思うんですけど、テーマソングを書いてる人がね、これはないでしょっていう、ちょっと、怒りを覚えましたね。はい。最後ちょっと批判めいてしまって申し訳ないんですけど、でもね、米津さん天使の悪魔を描くんですよね。ほら、素晴らしいイラストでしょう。で、わざわざ、チェーンソーマンのレゼ編で、たくさんヒロインとか、いわゆる美少女キャラクターもたくさん登場してる中で、あえて天使の悪魔を選んで描いてる人なんですよ。だからこの感覚自体は間違ってないと思うんですけどね。だし、曲もいいんだけどなぁ、という。なんかね、ちょっとそういう残念感というか、なんかあと一歩足りないなという、ちょっと、ところがある作品ではありました。ね、例えばバイナリー的なジェンダー規範っていうのも、こういう作品ってボーイミーツガールとか、その男女論みたいな、フレーミングで描かれがちだし、実際そういう作品類型の一つではあると思うんですけど、別に男女じゃなくても成立する作品ですよね。ただね、じゃ商業誌には載せられないとしても、商業的なベースには乗らないとしてもですよ、別に男女じゃなくても成立する話なんで、その辺のことを、アプローチをですね、別に作品の中でもそうやって解釈できる部分がたくさんあるわけじゃないですか。たくさんあるにもかかわらず、なんか、そういう風には解釈しないでほしいのかなっていうですね。だからやっぱりあんまり周囲がそういうことを言わない方がいいのではないかなと私は個人的に思いましたね。はい。米津玄師にまで好きな曲たちを奪われると思ってませんでした。いや、でも、米津さんはね、でもな、正直このインタビューちょっと擁護しようがないんだよな。今からでもこれ取り下げた方がいいんじゃないかと思いますよ。だって、トラツバーで言ってた時と結構真逆のことを言っちゃってるじゃないですか。あの時はね、結構正義とかフェミニズムの話をしていたんですけど、なんかね、作品に影響されてるのかなという感じもしますけどね。呪術廻戦でこういうこと言われるのほぼいないから、やっぱり主人公の言動をそのまま受け取る人多いんだなって。そうですね。だからなんか主人公の言動がそのまま作者の主張だっていう風に思われがちじゃないですか。特に少年向け漫画ってそういう傾向あると思うし、実際主人公に自分の思ってることを吐かせる作者が多いから余計そういう傾向あるんだと思いますけど、チェーンソーマンはね、良くも悪くもそういう作品ではあんまりないですよね。明らかにわざとデンジをこういうキャラクターに描いているので、はい。ただ作者も男性だし、自分がこういうキャラクター好きで描いてるのはね、事実だとは思いますけども、ただね、デンジを肯定的に描いてるかっていうとかなり微妙ですし、ダークヒーロー未満の存在
って多分思われてるわけですよね。実際そのコメントでもご指摘ありましたけども、はい。だから全然正義感ではないし、ヒロイズムでもない、ヒロイックでもないし、ですね、未熟な存在として、明確に描いているので、はい。ですね。やっぱりその辺のところをちゃんと解釈して捉えてあげないとダメなんじゃないかなというふうに個人的には思いますね。はい。ということでですねやっぱりちょっと荒れ模様になりましたが、チェーンソーマン、レゼ編に関する私の感想雑談でございましたが、どうでしたでしょうか。気軽にですね、コメント等でもご意見とお寄せいただければと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼いたしました。日本はもっとダークヒーローよりアンチヒーローの作品が生まれてほしいところですね。なるほど。そこちょっと微妙に違いますよね。なんか、アンチヒーローでもないんですよね。今ご指摘あって、改めて確かに、ブラックジャック先生とかと比較するとそうだなと思うんですけどね。完全なアンチヒーローというわけではなくて、ダークヒーローの範疇にとどまっちゃってるんですよね。そこちょっと中途半端というか、でもデンジが未熟なキャラクターとして書かれているから、しょうがないっちゃしょうがないのから、開き直ってね、悪人だと、それはそれでも別の話になっちゃうのかなという感じですよね。ピカレスクロマンではないので、映画ラストマイルの主題歌も米津玄師なんですが、その PV では歌詞にマイノリティと入っているのに異性愛がテーマになっていて、正直もやもやしました。米津さんもうちょっとなんかさいやー、ダメじゃないか、あの人はという感じになってきたな。なんか、だんだん信用できなくなってきたぞ。大丈夫か。軌道修正をお願いいたします。っていうか、宇多田さんに聞けばよかったじゃないですか。なんでこんな問題になっているかというと、先に言っておきますけど、作品は素晴らしいですが、ジェーン・ドゥという作品はですね、宇多田ヒカルさんと一緒に作ってるんですよ。宇多田ヒカルさんとコラボする機会があったんだから、なんかいくらでもね、お話できる。そりゃ、マイノリティの本人に直接そういうこと聞いちゃダメですけど、なんかいくらでもそういうことね、学べる機会があったんじゃないかと思うんですけど、なんかそこちょっと残念ですね。はい。いや、忙しいんでしょうけどね。そんなに荒れてないですよ。極みさん、基準が高くないですかそんな、あれか。でもね、なんか今週ね、台湾有事の話もあったし、いろいろちょっとご意見違うところはあるかもしれないんですけれどもですね。はい。でも皆さんがね、いろいろ言ってくれて軌道修正できて分かっていると思うのでですね。はい。今後もこのスタンスを頑張っていきたいなと思っております。ありがとうございます。いつもお付き合いいただいてすいません。魚介も衣食住ままならず脱出できれば何でもいいというスタンスでしたね。そうですね。デンジほんとただの子供なんですよね。だから彼悪い人間では決してないんですよ。本当に悪人では全くないので、ただね、子供の権利条約違反の虐待を受けているだけなので虐待の主犯が牧間さんなんだけど、はい。だからこの前提で早川亜希さんみたいな性格に育てたら、それはそれで不自然だろっていう感じはしますよね。はい。でもヒロアカではねいや、ヒロアカなんかね、そこ最後までちゃんと批判しなかったですよね。そこは私もがっかりしましたよ。ヒロアカ批判もいつかしなきゃダメだな。アニメ終わったらするか。いやー、ほんとね、なんかね結構最後まで信じてたんですけどね、絶対こいつが痛い目に遭う未来があるだろうって思ってたんですけど、見なかったですね。はい。ヒロアカの話は別でやりますわ。ガラスマラジオに米津玄師を呼び出した LGBTQ を学ぶ配信をしよう。すげえ。それはでもいいな。私の登録者数が増える。そして彼はいろいろ話を聞くことができるという。どうですかみたいな。ブロックされそうだな。
本当に荒れてはなかった。ありがとうございます。荒れてないと思います。議論ができてて素晴らしい配信だなと感動いたしました。いや、ごめんなさいね。私がちょっと、ブラックジャック先生について、いまいち話の内容をきちんと覚えてなかったりして申し訳なかったですが、はい。普通に楽しくお弁当とお話聞いてましたということで、ありがとうございます。ユタボンより100回のしです。ありがとうございます。でも、デンジ君か。デンジ君はね、本当にユタボンよりはね、ずっとまっすぐなんですよ。だし、基本的に善意的な人だし、まあ、作中でもね、今回の映画でも、やっぱり原作からしてそうなんですけど、モブの人たちにはすごく冷たい感じはするし、俺は人間じゃんの心とか持ってないんじゃないかみたいなね、みんなこんなに死んでて平気なのかみたいな、ことを言う描写もあったりするんですけど、生育環境を考えれば当然だと思うんですよね。だからさっきも言ったけど、アキさんみたいに育ってたらそれはそれで怖いのでそんなに真っ当な人間に育つ機会なかっただろっていう感じですよね。だからまあ半分なんか悪魔みたいな感じでは書かれてはいるんですけれども、ユタボンよりはねずっと真っ当な主人公だと思うので幸せになってほしいなと思います。はい、私はデンジ君を応援しておりますはい、ただ米津さんとね藤本さんは本当倫理観の方を頑張ってくださいはい。別の作品ですが、ネットフリで配信されていた極悪女優や草神では、ネットフリジャパンの作品にしては道具的な役割の女性ではなく、かっこいい女性が多く登場しており、全裸監督やサンクチュアリを通ってようやく少しはまともな作品を出てきたなというふうに思ってました。へえ、なるほど。ありがとうございます。ただな、ネトフリとか、ネトフリアマプラはね、いい作品たくさん作ってるんですけど、なんかあれですね、プラットフォーマーの人たちがね、やっぱり、どうしようもないのでですね、まあ、とりあえずイスラエルに金をやったりするのをやめていただきたいなと思います。ネトフリはそこまで加担してるという話聞いてないですけどね。はい。まあただね、アメリカのそういう企業って全部そうなので、どれがどれ悪いという話でもないんですけれども、まあただね、こういう虐殺とか、戦争とかが、頻発している社会に、やっぱり空気感を覚えている人たちは、チェーンソーマンの世界に共感しているっていうのは事実だと思うので、それをね、やっぱり悪い方向に持っていかないっていうのが大事かなというふうには私は思いますね。まあ、なんで今回配信したかっていうと、日曜日にね、結構アニメとか漫画の話も聞いてみたいですっていうご意見がいただいたのと、ありがとうございます。あと、ツイッターでもね、やっぱり今の左翼って文化面ダメすぎるでしょってなんかまともに流行している映画とかアニメとかの知識がある人が少なすぎると、まあ高齢化がね、進んでるのもあるかと思うんですけど、だからそれを喋らないと、ネット右翼の人たちってそういうの詳しいじゃないですか、やたら詳しいし、なんか霊障系に解釈してくるでしょ。だからそういう動きにやっぱりね、抵抗しなきゃいけないなという気持ちはあるので、まあ今後もね、左翼目線で、見るみたいなのはやっていきたいなと思います。はい。台風の悪魔の造形めっちゃかっこいいですよね。かっこいいね。グロテスクなんですけどかっこいいですよ。はい。ね、原作だとね、そこまですごい活躍しないであっさりなんかやられちゃうんですけど、今回の映画だと出番なんか3割、4割増しぐらいに増えてて、この映画で一番得したキャラクターかもしれないですね。下手すると。台風の悪魔のグロいのが好きな人はですね、ぜひ劇場に足を運んでください。ただアクションシーンはほんと素晴らしいので、まあシャークネードのね、ド派手バージョンが見たいだけ人はね、全然損はしないと思います。まあストーリーの描写とかには要注意ですけれども、はい。そう。まずはディズニーがパレスチナ支援を表明すべきですね。いや、そうですね。ほんとディズニーは今すぐ証明しろよって。お前んところ、だから、人権派の作品をちゃんと肯定したいんですよ、私は。いい加減にしてください、ディズニーさん。はい。ディズニーはシオニストに金をやるのをやめてください。詳しく曲解していますし、左翼的な作品少なすぎます。やたら詳しいし、やたら利用するし、なのに特に政治利用と見なされないと消せない。いや、この前なんか、なんだったっけな、そうだ。戦後の話をしてて、なんか、私じゃないけど別の人を煽ってるやつがいて、なんかフリーレン早々のフリーレンですよ、の画像を使って、まあ、あれ見てない人はわかんないと思うけど、そんな昔の話は関係ないみたいなこと言ってきたやつがいて、ふざけるなよって思ったんですよね。お前原作一回も読ん
んだことないだろうってフリーレンがそんなこと言うわけないだろうって。いや、一応原作にあるセリフなんですけれども、もう極快甚だしいですよね、あの手の人たちって。で、自分がそうやってなんか LINE スタンプ代わりに使うの、全然政治利用だって言わないでしょ。ムカつくわ、本当にまあ、ああいう人たち本当ムカつくので、私は対抗していきたいと思います。はい。主人公がマルクス主義者とかヒロインがフェミニストみたいな作品。いや、でも見たいですよね。1分ぐらいあってもいいと思うんですけどね。なんでないんですかね。受けると思うけどな。いや、まあネタにして消費するのはちょっと違うかもしれないですけど。はい。カルチャー配信良かったです。それこそチェーンソーマン自体が意地悪なだけの漫画だと思われがちなので、こういう視点の方が擁護してくれるの嬉しいです。ああ、それは言っていただけるとなんか妙利に尽きるなという感じですね。まあだから私自身ね、あんまり自覚がなかった、そのね、こう言って左派的なこと言ってなかった2019年くらいからこの漫画読み始めて、でも正直嫌いになれないんですよね、なんか。ね、作者の方もいろいろ悩みながらね、挑戦してるの分かる作品だから、まあ確かに描写は、問題はすごい山積みなんだけど、問題はすっごくいっぱいあるんだけど、どっちかというと、まあ好きです。はい。面白かったです。野力的作品論感謝。ゲゲ謎、ゲゲゲの謎はね、なんか唯一の最近例外でしたね。さすが水木しげるプロダクションというですね、ゲゲゲの謎を全人類見てください。あれは本当に傑作なので、はい。ゲゲ謎も語る配信するか。最悪な世界で最悪な倫理観だけで生きていくことを冷笑しないドロヘドロもチェーンソーマンと、ドロヘドロはね、チェーンソーマンの作者ドロヘドロ絶対影響を受けてると思いますよ。っていうか似てるでしょ。あれもパクっただろ、君はというね、ちょっと言いたくなるけど。はい。非常に似てるのでね、多分好きなんじゃないかと思います。謎のエモ部分だけを拾って戦争や政治を批判しないオタクは恥を知ってほしい杉田美代さんですね。はい。私はフリーレンの魔族に対する発言が急に外国人に対して素朴な差別意識を出す祖母に見えてしまいアニメを離脱しました。でもそういうやっぱ解釈もできちゃうのか。やっぱ解釈次第だな。まあ、ゲゲナゾぐらいね、はっきり、軍国主義にを批判してないと、まあ、それでもやっぱりね、変な政治利用する奴らが現れますからね、やっぱりチェーンソーマンとか、曖昧な、だったり、メッセージ性があんまりないような作品になると、まあ、いくらでも利用されちゃうんだろうなという気がします。いや、絶対水木しげるさんだって、総員玉砕せよの作者なんですよ。劇画ヒットラー読めよ、お前はって感じがしますよね。はい。ヒロアカも山ほど問題ありますよ。はい。山ほど問題があります。いや、ヒロアカの話をしなきゃダメだな。でもヒロアカまだ完結してないですよね、アニメの方で。ゲナゾは同年に公開されたゴジラ -1 が華麗にスルーした日本の植民地主義を真っ向から書いていましたというですね。いや、だからあれでもうなんかね、ゴジラ-1は私微妙に許さないぐらいの微妙なラインだったんですけど、ゲナゾがあればなんかあれいらないわっていう感じになってしまいましたね。ちなみに今回のチェーンソーマンはシン・ゴジラを、興行成績で超えたそうでございます。おめでとうございます。はい。なのでですね、日本の植民地主義にですね、そう、ちゃんと反対する作品がもっと必要だと思いますね。はい。ということでですね、今回配信たくさんお付き合いいただきありがとうございました。私も楽しく話させていただきました。今後もですね、こういう作品がありましたら、まああんまりないと思うんですけど、ですね、私の方で取り上げて、お話しさせていただこうかなと思っております。はい。ということで、今後もお付き合いいただきありがとうございました。で、明日なんですが、変更ディテンジョンっていうですね、今度は噛まなかった。はい。火曜日すいません。ご紹介した時噛んでしまったんですが、まさにですね、植民地後の、台湾で行われていた史実を元にしたストーリーの、ゲームを音花風花さんと一緒にまた実況プレイさせていただこうかなというふうに思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。人権にのっとった創作解説基調ということで、いや、明日はよろしくお願いいたします。風花さんよろしくお願いします。ですね、お疲れ様です。いや、だからね、まあ、シン・ゴジラとね、-1が、
もうだいぶ古くなっちゃったのかなというですね。でもそれはね、サハのカルチャーが珍しく勝利した例だと思うので今後も頑張っていきましょう。はい。ということでですね、明日は変更実況9時からやりますんで、よかったら見に来てください。はい。というわけで、本日もお疲れ様でした。台湾のですね、ですね、圧政下の時代を描く、ホラーフリーゲーム、ホラーゲームとなっております。フリーではおりません。はい。なのでですね、ちょっと私もストーリーはですね、ネタバレを避けているので初見なんですが、ちょっとですね、まあ、台湾史の勉強も一応しつつ、ちょっとやっていこうかなというふうに思っております。はい。チェーンソーマン思い切ってちょっと見てみます。はい。でもね、本当毒強い作品なんで、本当気をつけてくださいね。無理な人は本当無理だと思うので、はい。無理やりおすすめはしませんので、はい。まあ、よかったらね、楽しんでみてください。ということで、本日も配信お付き合いいただきありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。